どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は1060話、ルフィの夢の続きを考察していきます。前回の動画では、ルフィの夢の果てを考えました。それは多くの方と同じ考察。世界大宴会。さらにそこへ僕なりに考察を追加して、平坦なという意味の4年に一度の世界会議。レベリーは、ルフィの夢、空想である世界大宴会、レベリーにひっくり返ると考えました。それこそがルフィの夢の果てだろうと。しかし、2年前のこちらの動画では、ルフィの夢の果ては別のものだと考えていました。この2年前の夢の果ての考察も捨てきれないのです。ですので今回は男らしくはありませんが、別のパターンも考えさせてください。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ最新話を読んでいない人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。2年前というよりも10年以上前に寄稿した考察本時代から、僕はルフィの夢の果てとは愉快な海賊の国を作る、そのように考えてきました。そして実は1060話を見る限り、この考察もやはり捨てきれないのです。まずはそのルフィが国を作るという理論からご覧ください。こちらです。この589話のどこかに夢の果てのヒントとなる風雲の志が隠されていると考えます。注目は589話でエースとルフィが喧嘩をした後、ダダンに送った手紙です。独立国家を作った AL。ここでエースはエースの国を、ルフィはルフィの国を作りました。10歳と7歳らしい発想です。そう、ルフィが夢の果てを叫んだのは7歳の時なのです。我々読者は海賊王イコールグランドラインの制覇だと思っていますが、7歳の少年ならば海賊王イコール王様、つまり海賊の国の王様だと思っていても不思議ではないのかもしれません。ルフィが生まれた国、ゴア王国は貴族が支配している階級社会の成功例であると描写されていました。それはルフィという海賊にする頭を下げたコブラ王やビビが統治するアラバスタ王国とは真逆の存在であると言えるでしょう。ルフィは風車村という故郷は持っていますが、ビビのように愛する国は持っていません。またアラバスタ王国は170国以上ある世界政府加盟国の中でもとても特殊な王国であるとドフラミンゴは語っています。つまりビビが愛しているアラバスタ王国とは世界の創造主ではあるものの、独立した自由な国の象徴といえる存在です。ルフィの出身地である階級社会ゴア王国とビビが愛し偉大なる王が統治するアラバスタ王国の対比、これもまたルフィが愉快な海賊の国を作る伏線要素の一つと考えます。次に考えたのは魔人オーズの存在です。魔人オーズについてモリアは、討ち取った国を島ごと自分の領土に持ち帰り、悪党たちの国を築いたという世に名だたる国引き伝説を残した張本人がそこにいたと言い、魔人オーズはその昔悪党たちの国を築いたという国引きオーズだったと解説しています。この国引きオーズの肉体に入ったのがルフィの影です。これを深読みすると、隠されたルフィの願望である本当の夢の果てがルフィの影というイメージで表されていて、国引きオーズが築いたという悪党たちの国とルフィが求めていると思われる自由な独立国家、愉快な海賊の国がリンクして表現されているのではないかと考えることができそうです。最後の伏線はビッグマムの夢トットランドです。ビッグマムの夢は下道なマザーカルメルが適当に言った全ての種族が平等に暮らせる国トットランドを作ることでした。とにかくビッグマムの夢とルフィの夢の果てはほぼ同じ夢だと考えます。唯一大きく違うのは自由を求めるルフィとは異なり、トットランドはビッグマムの血族が完全支配する国のようです。このルフィに似たビッグマムの夢トットランドが語られたのは83巻834話、タイトルは俺の夢です。834話の話数の語呂合わせは優しいでしょうか。つまり優しい俺の夢となります。834話の扉絵にはご覧のようにルフィが描かれていました。それは一つなぎの大秘宝を見つけたらその宝を使って愉快な海賊の国を作ることがロジャーとルフィの本当の夢であるとユデロンは読み解きます。そのように考えると頂上戦争でルフィを救ったエースはルフィの夢も救ったという意味であり、それは間接的にエースが恨んでいた実の父親であるロジャーの夢も同時に救ったことになるので、なかなか胸熱な演出です。ルフィが国を作る、窮屈を嫌い自由を求めるルフィがそんなことを願うのでしょうか。しかし1060話では逆にルルシア王国という国が一つ消えています。僕がやっている表裏一体の理論を考えるなら、1060話で国が一つ消えたならルフィの夢の果ては国を一つ誕生させる、そのように成立可能です。1060話では海賊王になればその夢が叶うと強調されており、ルフィが海賊王イコールどこかの国の王様と認識していてもそれほどおかしくはありません。さらにルルシア王国はルフィの夢の果てを知っているエースとサボどちらもが訪れているところもポイントです。それではルルシアとはどんな由来で付けられた名前でしょうか。ルルシアとは
Twitter で9月20日に考えましたが、ラテン語で光の意味を持つルシアが由来でしょうか。もしもそうであれば、ルシア、光とは英語でルーシー、光という言葉にも対応するそうです。ルーシーといえばドレスローザでルフィが名乗った偽名です。そのルーシーはしかも途中からサボがルーシーになっていたこともポイントでしょうか。つまりルルシア王国イコールルフィの国のイメージ。次に前回考えた最終章の構造も見てみましょう。最終章の最後はアラバスタ編とワノ国編、ゴア王国編に対応すると考えました。この3つの章に共通するのは国ではないでしょうか。アラバスタ編のビビは国が好き、ワノ国編のモモの助は国を守る責任、ゴア王国編のサボは国が嫌い、そしてルフィは独立国家ルフィの国を作った。そして1060話ではルルシア王国が滅ぼされています。そんなルルシア王国を統治していたのは石王です。石王のデザインはまるでドラキュラです。ドラキュラとはルーマニア語では竜の息子という意味だそうです。竜の息子とはつまりドラゴンの息子ルフィ。石王もルフィと繋がってしまう。そしてこちらの動画ではルフィの冒険やワンピースはアレクサンダー大王の物語、アレクサンドロスロマンスが土台だろうと考えました。アレクサンダー大王の国は太陽の紋章を掲げたマケドニア王国です。この考察はもちろん太陽の神ニカが登場する前の考察です。つまりルフィが国を作るならそれは太陽の国を作る、太陽の元へ。ルフィと同じ夢の果てを持っているロジャーの語呂合わせはロジャーの懸賞金と同じロジャー。648は太陽の元へ。それは神の国、太陽の神の国、ルフィの国。そして滅ぼされたルルシア王国はまるで分厚い雲から降ってきた雨のよう。雨が降ったルルシア王国と太陽の国ルフィの国。そして1049話でカイドウを倒したセリフはダチが腹いっぱい飯を食える世界。1049話のタイトルは目指すべき世界ですから、飯は確実に関係があるでしょう。これらを合わせるとルフィの夢の果てとは腹いっぱい飯が食える自由な国を作るでしょうか。まとめましょう。圧倒的に納得感がある考察は前回の世界大宴会レベリーですが、滅亡したルルシア王国との表裏一体を考えると2年前の考察、ルフィが独立国家を作る、それは腹いっぱい飯が食える自由な国、こちらの夢の果ての考察も諦めきれません。いや、一つに絞れよというご意見もあると思いますが、もちろんどっちの考察も間違っている可能性もあります。皆さんはどう思いましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。